介護福祉士を目指す日本語学習者の皆さん、こんにちは。このビデオでは、介護記録の書き方についてお話しします。介護記録の目的は何でしょうか？それは、情報の共有です。では、どんな人と情報を共有するのか考えてみましょう。まず、同じ職場の他の職員さんと情報を共有します。また、利用者の家族も介護記録を読むことがあります。介護の現場では事故があることがあります。介護記録は事故があった時の証拠になります。このように介護記録はとても大切です。介護記録には何を書いたらいいのでしょうか？皆さんは 5W1H というのを聞いたことがありますか？誰が、いつ、どこで、何を、どうして、どのように。このような質問に答えられるような介護記録を書きましょう。では、介護記録の内容についてお話しします。介護記録には必ず事実を書いてください。事実とは本当に起こったことです。介護記録には自分の予想や推測を書かないでください。自分の考えたことを書くのではなく、見たこと、聞いたことをそのまま書いてください。次に、介護記録の文体についてお話しします。介護記録では、普通体と普通形を使います。ですから、敬語は使わないでください。また、丁寧形も使わないでください。できるだけ一つの文を短く書いた方がいいでしょう。一つの文の中にすべての 5W1H が入っているととても長くなってしまいます。もし一つの文が長くなりそうだったら、二つか三つに分けて書いた方がいいかもしれません。では、例を見てみましょう。田中さんはケーキを美味しそうに食べました。この文はどうでしょうか？文法は正しいですね。でも、美味しそうに。これは推測です。それから、食べました。これは丁寧形ですね。この二つに問題がありそうです。では、この文を書き直して、次のようにしました。B を見てください。田中さんはケーキを食べて、本当に美味しいわ、と言った。本当に美味しいわ、と田中さんが言ったのは事実です。そして、言った。これは普通形ですね。ですから、A の2つの問題が B では治っています。もう一つ気をつけていただきたいことがあります。それは文字を間違えないでくださいということです。例えば、小さいつ、切ったと来た。これは意味が違います。次に、長母音。長母音とは長い母音のことですね。母音とは、あいうえお
のことです。例えば、テーブルと手ぶる。テーブルは意味がわかりますね。でも、手ぶるという言葉はありません。次に、すとつを間違えないようにしましょう。例えば、机という言葉はありますが、机という言葉はありません。わかりやすい看護記録を書くためには、文字を間違えないことも大切です。では次に、どうしたら上手な介護記録が書けるようになるか考えてみましょう。介護記録は他の職員の皆さんも書くことになります。ですから、自分で介護記録を書くだけではなく、他の職員の記録も読むといいでしょう。そして、わからないところがあったら、調べたり質問してみましょう。上手な介護記録があったら、その真似をしてみましょう。真似をすると上手になりますよ。皆さんの職場の介護記録は、紙に書きますか？それとも、コンピューターやスマートフォンで入力しますか？介護記録が紙の場合でも、まずコンピューターやスマホを使った方が文法や単語の間違いが少なくなり、わかりやすく書けるようになります。例えば、Google トランスレートを使えば、わかりやすいかどうか試すことができます。また、スマートフォンの音声入力を使えば、発音の練習にもなります。では、Google トランスレートと音声入力を使ってみましょう。それでは、音声入力をしてみましょう。このマイクのアイコンをクリックしてください。田中さんはケーキを食べて、本当に美味しいわ、と言った。丸。うまく入力できたみたいですね。今日のまとめです。介護記録の目的は情報の共有です。職員や家族と情報を共有したり、事故が起こった時の証拠になったりします。次に、文体は 5W1H がわかるように書きます。そして、普通体、普通形を使ってください。内容は事実を書いてください。予想や推測は書かないでください。文字では小さいつ、長母音、すとつの違いに気をつけてください。上手な介護記録を書くために、他の職員の介護記録を読んで理解し真似をしてみてください。また、コンピューターやスマートフォンを使って単語や文法のチェックをしてみるといいでしょう。